こんにちは、あきこです。今日は、こういうスピリチュアルなビジネスというかさ、スピリチュアルなことをお仕事にしたり、ネットでのお仕事についてちょっとお話ししたいなと思っています。私自身がこういうことをお仕事にしてだいたいもう4年なんですよね。ネットのビジネスっていうのは、この前にさアフィリエイトとか聞いたことあるかなとか、なんか FX とかさちょっとやったことあるんですよね。あのあるじゃん、ネットとかで収入得られたらいいなと思って。私はその旦那さんと別居した時にやっぱすっごい大変で、その後前からちょっとなんか一攫千金みたいの狙っててさ、お金が結構厳しかったからずっと。だからなんか FX とかさネットでできる仕事ってなんかすごい良さそうだなと思ってアフィリエイトをやってみたり FX とかも手出したりしてみたんですけど、なんでそれですごいうまくいってる人もたくさんいると思うんですけど、私はねちょっと合わなかったというか、アフィリエイトっていうのはまずなんていうのかな、商品を紹介してそれで収入を得るみたいな感じなんですけど、なんていうの、作業がさ本当に面白くなくて売りたくない商品売らなくちゃいけないっていうさ、もうまさに私にとってはちょっと今思うとハイヤーがずれることばっかりやっててさ苦しかったんですけどね。それによって今だからネットでのこと詳しいのはちょっと詳しかったりするんですけど、それはアフィリエイトやってたからかなとも言えるって感じなんですね。で、FX に関してはもう本当に全然熱くなっちゃうし、もうアップダウンがさで気持ち悪くなっちゃうみたいな、私には全然合ってなかったって、もういっぱい損したみたいな感じですね。勝ったことはほとんどないみたいな感じだったんですね。だから冷静な頭でできる方とかはいいと思うんだけど、私にはちょっと合ってなかったっていう感じです。それで旦那さんと別居してる時にもう本当にやばいなみたいな、普通のお仕事はもうスーパーの仕事みたいにやってたからさ、なんかもうネットで一発当てるしかないってまださ狙ってたんだけど、もうその FX とかアフィリエイトでさもう嫌だみたいになってて、でもうなんだろう廃人みたいになってた時にこういう潜在意識っていうものに出会ったじゃない。それでこういう、スピリチュアルなことだったんですね最初。だから偶然スピリチュアルに出会ったっていう感じだったんですけど、でその時に、ブログで習った時にブログっていうのでみんな集客をしてたんですよね、ブログで。でブログで集客するんだと思って、でブログで集客を始めて、そうだな、なんか書いたっけな、ブログとかに書いたかなんかに言ったかな。私このネットビジネスを少しやってたから、そういう一般的にスピリチュアルな人がやってるようなやり方っていうよりも、まず自分が習った人の真似をしたんですね。そのブロック解除習った時に私に教えてくれた人はどうやって集客してんのかなって見て、それを真似して、あとはそのネットビジネスをやっててネットビジネスで成功してる、アメブロを使ってる人っていうのはどうやってやってるのかっていうのをなんか教材みたいのを買って勉強したんです。勉強したっていうか学んでみたって感じですね。そうだからもうすっごいお金に苦しくてさ、でちっちゃい子も子供たちもすごく小さかったから、もうなんかすぐにでもキャッシュにする必要があったっていうところで、もうスピリチュアルでも何でもいいからキャッシュになんだったら何でもいいやみたいな感じでやってたんですね。そうでそれが偶然スピリチュアルだったっていう感じなんですよ。だからなんていうのかな、スピリチュアルがやりたくて、始めたっていうよりも、偶然それがスピリチュアルだったみたいな。それでもうネットで始めるしかなかったんですよね。だから、もう対面でやる時間8時間のさフルタイムで働いてるわけだから、ほとんど対面でする時間なんてないから、遠隔で仕事が終わった後だから子供が寝た後に、10時半11時ぐらいからとかな、やって、12時からやる方とかもいたけどね、そういう感じでもう夜遅い時間とあと休みの日、1日だけを使って対面をやったりっていう感じだったんですね。だから集客してたのはブログを使ってたっていう感じなんですけど、この集客の時にやっぱブログとかで集客する時にさ、
なんて日記みたいな感じになりやすいと思うんだけど、ブログがさもうホームページみたいな感じなんですよね。それで、すごく入りやすいじゃんこういう仕事って。パッとさなんか習ったらすぐにできると思うんだけど、ただやっぱり仕事だから営業活動とか大事なんだよねやっぱり営業活動とかやっぱりやりました。だからこう私こういうのやってますみたいな自分で言ったんじゃなくて、ネットでソフトとか使って集客したんですよね。いろんなこうアメブロソフトとか検索すると出てくるから、そういうものを使って集客をしてたんですよ。だから全然ほら時間もないしさ、なんていうのお金もないし時間もないし、いかに早く収入を得られるかってそれだけしか考えてないから、もう効率みたいな感じで考えてたんですね。だから、ブログでやるとしたらまず自分からまず読者になって営業活動っていうかね、誰かの読者になって自分の読者をまず増やすっていうのが大事なんですよ。でそういうことをやったりとか、あとは見やすいところに見やすいメニューっていうのかな。だから結局ホームページなわけだから、ホームページがブログの代わりなわけだから、じゃあブログがホームページの代わりだから、そう見やすいところにメニューがないとさスルーされちゃうじゃん。どんなにいいもの持ってったりどんなに有名な人だってやっぱり見やすいところにメニューがなければ入らないですよね。そういう感じでどこに置けばメニューをね商品が入るのかなっていうこととかを他の人のブログを見ながらちょっとこう真似してみたんですね。最初すごい真似したっていう感じなんですよ。そうそれで、そこからいろいろ大体そうだな、収入でいうと大体最初のうちは数万円っていう感じで、途中から、やっぱりね講座なんですよ。こういうのってセッションでさ特にちょっとすいませんねスピリチュアルな話になっちゃうんだけど、スピリチュアルで仕事にしたい人はやっぱ講座をやっていくのが一番いいから、講座の方を意識向けていただくといいと思うんですね。で講座をメインにしていけばおのずと収入は上がるんですよ。でまたさ人のなんて言うんだろう、目覚めに携われるっていうのかな。セッションだとさやっぱ上と下が作って、私がだから上でお客さんが下みたいにどうしてもなっちゃうんです。でお客さんが先生とか私のこと呼ぶじゃない。先生とかじゃないからね、対等ですから。でもやっぱ立ち位置としてセッションってそうなりやすいからね。だから最初のうちはしょうがないんだけどね、セッションもやりますけど、講座っていうのがメインになってくると思いますね。で講座になれば単価が上がるから結局その収入が上がるんですよね。で長期的な講座とか作っていけば結局すごい仲良くなりますし、一緒に喜べるし、しかも何ていうのかな、自分も収入が得られるしっていう感じですごくいいことばっかりなんですね。だから、今さブログをやってる方とか、こういうスピリチュアルで仕事したい方、また、スピリチュアル以外でもね何かこう自分で営業活動したい、なんかこういうネットを使って何かやりたいって思ってる方は、まずそのやってることが需要あるかっていうところが、だから結構ねそのあたりクールなんだよね。ものすごいなんていうのかな、いかにすぐに収入になるかっていうことをやっぱりすごく考えたから、やっぱりある程度知名度があるものとか、だから全然知名度がないもの、自分が好きなんだけど相手が好きじゃないものみたいなさ、あんま人気がないものとかってあるわけじゃない。それでだから好きなのは自分の勝手だからいいんだけど、それをさそういう人がいっぱいいるのかなっていうとこは見た方がいいと思うんですよ。その方がだからいっぱいいるところを仕事にした方が早いんですよね。だから全然さ自分は好きだけどそういうものがあんまり需要がなかったりとか、あんまりこう知れ渡ってないようなものをメニューにしちゃったりこう仕事にしようとすると全然広がっていかないから自分が楽しくないと思いますね。だからある程度はやっぱりそう、私に関しては本当にこうちょっとシビアというか、仕事としてやっぱりこうやりたかったので、そういうとこはある程度知名度のあるもの、そういうものに興味があったしね、知名度があるものっていうのを前に出してる感じで、今、チャネリング動画講座っていうのは
チャネリングやりたい人はね多いし、私ほら動画とかでもチャネリングやってるから多分皆さん興味持っていただくのかなと思うんですけど、そういうものをやってたり、これがさ、なんていうの、例えば何の講座だろうね、なんか意味が分かんないようなことが書いてあったりねすると、ちょっとマニアックなものとかさ、そうするとやっぱこれなんだろうってまず意味わかんないみたいになってやっぱスルーされちゃうんだよね。だからそのあたりはちょっと抑えてるかなと思いますね。でこういうさやっぱりネットで仕事をする、なんか対面とかさ、直接的にやるっていうやり方はもちろんいいんですよ。近くにいる人とか、私だったらインドにいる人をターゲットにすることもいいと思うんだけど、要はそれをやらなくたって不特定多数の人だから、ネットを使えばもう世界中の人を対象にできるってことなんですよね。日本だけじゃないんですよ。これが本当すごいなと思うんですけど、今私のところに来るお客さんってもう世界中から来るからね、日本語だから日本人なんだけど、世界中にやっぱ広がってんだなって、こう住んでる人がいるんだなって。でこれがやっぱりネットの力でね、いろんなところの人とやっぱ関われたり知り合いになれたりっていうのがありますから、本当に楽しい、世界がやっぱ広がりますからね、ネットってすごいなっていうのと、あとやっぱりこういうネットでの仕事っていうのはやっぱりやってる人がたくさんいるんですよね。だから、やり方っていうのがいろんなやり方があるから、なんか誰かに聞いてやったりとか、あとはやっぱ真似するといいと思う。自分が習った人とかさ、どういう風にやってんのかな。だから自分が習った人は結局うまくいってるわけだからね、その人の真似するとか、私の真似していただいてもいいと思うし、あとはいろんな SNS を使ってね、 Facebook やら YouTube やら、インスタグラムやらいろんなのあると思う。いろんなその集客の方法とかっていうのがこうマニュアルになってたりするんですよ、意外と。そういうので学んでみたり、無料で学べるのもさ、こうちょっと検索インスタグラムの集客の方法とかやると出てくると思うんですよね。だから分かんないなと思ったらまずはネットで検索してみる、っていうのがいいと思う。大体だから私は何ていうのかな、手探りなんだけど、ある程度こうマニュアルとかをさ自分でこう買ったりして、それを指針にしたり、成功してる人、うまくいってる人の真似をしたっていう感じですね。あとは何人かやっぱり見てこう見比べて、こういう風にやるんだこういう風にやるんだっていうさ、なんかこうコツを自分で習得して、あとはトライアンドエラーですね。もうさやらないと分かんないから、どんどんやった時にそれでこう反応が来なければ、じゃあ次のやり方みたいな感じでやっていくとどんどんつかめると思います。そうやっぱネットでね仕事ができるようになるとどこでもできちゃうから、これが本当にすごいいいなって思うんですね。だから対面にあんまこだわらない方がいいと思う。これはそのスピリチュアルに限らず、今ね何かいろんなビジネスされてると思うんだけど、皆さんねそれぞれビジネスやってたり、会社員の方もいると思うんだけど、何か今やってるサービス、ちょっと自営の方だとするとさ、今やってるサービスをいかにネットでこう売るかみたいな、なんかそんなことも考えてみるといいかもしれないね。あとはそのなんていうの、商品を売るっていうよりも情報を売るみたいな、なんかそういう感じのに持っていくといいと思う。そうすると商品がなくたって売れるわけだから、物販だとするとさ、商品の在庫とか発送とかさ、なんかいっぱいやんなくちゃいけないこといっぱいあるじゃん。結構もう時間かかると思うんだけど、商品がこうやっぱり情報とかになってくる、情報とか動画とか映像とかさ、そんな感じになってくると、自分自身がそんなに動かなくても在庫を持たなくていいしさ、楽にできるんだよ。楽というか、そういうの結構主流なんじゃないかな、ネットビジネスの中では。で私も今そうだな、 YouTube の動画っていうのもやっぱすごいちょっとハイヤーから来てるのもあるし、私もちょっといろいろ動画の中でいろいろ試してみたいっていうのがあるので、動画を撮っていったり、あとはそのコンテンツっていうのがすごく来てるから、コンテンツいろんなこうサービス、私今までやってきたものはだいたいコンテンツにしちゃおうかな。コンテンツっていうのはこ
なんていうのか自分で学べるような感じの、システムにしちゃおうかなと思ってて、直接的に話すものっていうのはちょっと対面か、だから私が帰った時とかになっちゃうと思うんですけど、自分がねちょっと他の方に今意識が向いてるんですよね。いろいろやりたいことが出てきてるから、そうだからスピリチュアルに関してはこういう動画の配信と、あとはちょっとコンテンツが中心になるかなっていう感じなんですね。そうだからまあね、ネットで使えれば本当にいろんなビジネスの形ができますし、あとはだから私がほら別にバリに行ったっていいわけだし、ハワイに行ったって関係ないでしょ。関係なくて仕事ができちゃうっていうさ、ものだからすごいなと思います。でね、一回ね私ね、パソコンの機種何を使ってますかとかさ、あとはその何て言うんだろう、誰かから一からあきこさんだができるのかなってさ、多分思われてる方も多いのかなと思うんだけど、私はもともと全然パソコン系弱かったですからね、弱かったんだけど、もうねなんか必死になると、人間必死になるとやるしかなくなって、いやいややってたんですよ。いやいやもうしょうがねえなみたいな感じでやってて、そしたらだんだん結果的にもうなんかホームページ100個とかさ作ってたんですよね、アフィリエイトの時に。嫌なやつをさそしたらなんかもうなんか知識がついちゃったみたいな、経験が積めちゃったみたいな感じだったんですけど、そういうのとかもそうだし、なんだろう、自分自身がそんなにこうで今まで、得意だったわけじゃないですから、一からやることに対して、言い訳しないっていうかさ、誰かこの人だからできるんだろうなっていうよりも、やってみたらできるよ、なんかやるかやらないかって意外とさ、みんなやっぱりこうやってみると面白いとかさ、意外とできるってやっぱみんな言うから、やってから考えるといいよね。いろいろこうああしなくちゃこうしなくちゃってやる前にいろいろ考えると不安になったりすると思うから、こうやりながら考えてみるといいんじゃないかなと思います。ネットビジネスは本当に楽しいですね。私も偶然インドに来ることになってね、インドに来たらもうさ、おのずとこういうスピリチュアルだって対面ができなくなっちゃうわけだから、遠隔がメインになっちゃったんだよね急に。だからもう遠隔一本でやってて、でしかもほら私がさお客さんとやるときってさ、びっくりされるんだけど、画像出してないんですね。音声だけでやってるんですよ。講座もセッションも。そういかに自分がやりやすいかっていうことだけをやってるから、最初からもう顔を出さなかったな。音声だけでやって、でもそれが結果的にその自分がすごい楽なんですよね。全然化粧しなくてもはいこんにちはみたいな感じでできるし、なんだろう、1分前まで寝てましたみたいな、ここら辺にこうよだれついた状態でさセッションしたりとかなんかほらちょっとこのいい感じの波動が出てたらいいわけだからさ、ちょっとぼーっとした感じの方がいい感じにこう見えるんですよね、チャネリングとかっていうのは。1分前でまで寝てましたとかよくあります。自分のやりたいスタイルでいくらでも仕事っていうのができますし、そういうものっていうのはいっぱい確立されてて、そういう仕事の仕方してる人がたくさんいますから、ぜひね、いろいろやっていただくといいんじゃないかなと思います。今度ね、アメブロとかこういうことの集客の方法みたいなのもよく聞かれるから、コンテンツにしようかなと思ってます。いつリリースするか分かんないんですけど、ちょっと乗った時なんでね、申し訳ない。これが私のこのハイヤーの進み方なので、ちょっとついてこれる方だけついてきていただければと思います。はい。そんな感じでね、ビジネスのやり方というか、私が今やってるのはだからもうやりたいこと、本当やりたいことだけになったし、しかも全部ネットでやってるって感じですね。はい。ではまた動画撮ります。